どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青木と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。ハンス・ドルフ・ラングレン。映画俳優にして3桁に迫る映画にも出演を果たし、さらにはテレビシリーズにも多数出演。まさに世界的なビッグネームとして知られ、それに加え直接打撃系格闘技の草分けであり、極真空手の名選手であったことは周知の事実と言えるでしょう。1980年及び81年の全英大会重量級を2連覇。特に同じく若干18歳にして全英大会第1回3位、第3回準優勝、第4回優勝、さらには第1回ヨーロッパ大会で伝説の名選手と言われたハワード・コリンズに続き準優勝に輝いているジェフ・ホワイブローとの激突は語り草になっていると言われています。その名を世界に知らしめたと言えるのが、国の代表として出場を果たした第2回全世界空手選手権大会でのこと。全くの無名であった彼ですが、195センチを誇るというその長身から放たれる膝蹴りにより1回戦10秒、さらには2回戦も連続で一本勝ちを収め、迎えた3回戦、その時点で全日本大会優勝、さらにはその大会及び次の世界大会を2連覇することになるキング中村誠との激突。その戦いぶりについて極真空手の創始者であり大会最高審判長、そして総裁である大山正達はこう語っています。大会中、鋭い多彩な蹴りで満場の観衆を魅了した。3分間の試合中に放った蹴りが実に50回以上、隙も20回以上。日本人選手の蹴りの平均が15回前後であったことや、タイ式ボクシングで1ラウンドに飛び出すキックが30回程度なのを考えれば、まさに驚異的な回数だと言えよう。さながら速射砲のごとき感があった。延長にもつれ込んだ末の判定は僅差で中村側に上がったが、私にはラングレンがいくらか優勢であったように思えてならない。もし私が担当審判ならば、文句なしにラングレンに肌を上げたであろう。そんな武道家、格闘家として最上級の三条級、さらには様々な大学であらゆる学問を学び、修士まで取得したという文武両道を実践する彼は、一度やはり極真空手の世界王者と対峙した瞬間があると言います。1988年11月9日、師匠であるブライアン・フィトキンと共に本部の大山総裁のもとに表敬訪問。極真会館への訪問自体が1986年4月以来の2年半ぶりだったと言います。来日した際にはどんなにハードスケジュールであろうと、大山正達のもとに顔を見せに行くことは欠かすことはなかったという。人気俳優となっても死を尊敬する気持ちに全く変わりはないようだと評されています。映画ザ・
パニッシャーなどの撮影の様子や近況報告、全日本大会での演舞ができない事情などを説明。そこで2階道場にて稽古が行われているのを知り、ラングレンは見学を希望したと言います。稽古の前の柔軟体操、その両足を揃えての前屈を見る。その巨体に見合わないと思える驚くべき柔軟性。両膝の間に頭が埋まるそれを見せつけられ、そのトレーニングの実態を知ることとなりました。男ですら惚れ惚れするような甘いマスク、鮮やかなブロンド、そして骨格、肉体。第6回世界大会優勝、第21回および第26回全日本大会王者、山木健二にかなり体を預けてのためを用いた左右の突きを振るっていくハンセラング。山木健二の巨大な回し蹴り、前蹴りにやや目を白黒させているような様子も見せるもの。負けじと前蹴り、後ろ蹴り、左右の回し蹴りを堂々と放っていきます。そしてついにその時が訪れる。松井明義。やはり大山抹殺をして30年、50年に一人現れるか現れないかの人物と言わしめたとされ、若干17歳にして出場した第12回全日本大会でいきなりの4位入賞。そこからも上位入賞を繰り返し、第3回世界大会3位、そして第17回及び18回全日本大会を2連覇、第4回世界大会優勝を果たす。まさしく極真空手の一時代を担ったとも言える空手家。その2人が時代を超えて向かい合う。まずは笑顔で非常にリラックスした状態から、鋭く激しい音を響かせる松井明義の左上段回し蹴りがハンス・ラングレンの肩口あたりに炸裂。それを右の手刀で受け止め、そのまま右の肘打ちを肩口に、実践さながらのコンビネーションから押し込んで大きな後ろ回し、そして相手の首の後ろに手を回しての膝蹴り。世界大会での勇姿が蘇る。松井明義の左右の下突きも下突きを返し、足掛けの応酬、さらに上段回し蹴りが交錯し、松井明義の右の下突き、再び派手な音を立てる。それラングレンも膝蹴りを返し、その瞬間を狙われた右の上段回し蹴り。それラングレンも思わず声を上げ、笑顔を浮かべ、そして握手。時間にしてみればわずか18秒に過ぎないそれでしたが、その内容は非常に濃く、お互いの持ち味、実戦を想定したやり合い、武道的な駆け引き、それらが凝縮された非常に見応えのある息ある貴重な組み手になったと言えるでしょう。その後はボディにつき蹴りを浴び、山木健二に続いて行われた松井明義のサンドバッグに対するラッシュを、それを支えてフォロー。ファイカモンカウントダウンと煽る。最後には自らも挑戦。パンチ、膝蹴り、回し蹴り、後ろ回し蹴りと往年のコンビネーションを見せつけ、最後は下突きのラッシュでフィニッシュ。肘打ちのおまけも加え、見事な精度、気迫のある眼差しでその稽古を終えました。果たしてその松井明義との対峙、本当にもし時空を超えて実現していたのなら、その
猛烈な膝蹴りのラッシュ。下突き、後ろ回し蹴りが、そして松井明義の合わせ、足掛け下段、上段回し蹴りが、どのように炸裂、交錯していたのか。血湧き、肉躍る思いがした。そんな瞬間だったと言えるでしょう。私は引き続き映画俳優やドラマ、そして武道家、そういった垣根を越えて活躍する素晴らしい格闘武道家、それを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価、皆様のご意見のよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。